皆さんどうも、とりちゃんです。泉です。突然ですが、今日からフィリピンに語学留学に行きます。英語ですね。英語を頑張ろうかなと思います。30歳になって留学とは。そうですね。なんかついに向き合う時が来たなと。なんかね、翻訳アプリとか AI とかが進化して、なんか英語いらないかなと思ってたんですけど、なんか福岡に引っ越してきて、英語を話す海外の友達とかがいっぱいできて、話した方が幸せだなと。英語頑張ろう。頑張ろうということで、ね、行ってきます。まあなんか絶対役に立つと思うから、うちも英語もっともっと上達したいなと思ってて、3週間行ってきます。なので今日はパッキング動画撮ろうと思ってて、フィリピン結構3週間も行くので持っていきたいものとか、皆さんももしかしたら留学に行く機会があるかもしれないので、参考になったらいいなと思います。なのでパッキングしながらうちら何を持っていくのか教えますね。結構フィリピンもね独特な場所なので、フィリピンならではの必要なものとか、他の旅行でも使えそうなものとかいろいろありますね。で1番目はもちろんいろんな大事な種類、パスポートを初日本パスポートで海外に行きます。あとコピーとかを念のために取ってて、パスポートのコピー、いるかどうかわかんないけど、パスポートのコピーと、あとチケットの印刷、なんか帰りのチケットも必要だったりするらしいので、一応帰りのチケットも買って印刷したので、多分フィリピンに入国するときに見せなきゃいけないかなと思って帰りのチケットも印刷してます。あともうワクチン証明書は必要ないんですけれども、一旦証明印刷しました。フィリピンに関してはワクチン証明いらないんです。そう、もう本当に最近いらなくなった。やっと便利。もうコロナ前の状態に戻ったらしい。やっとね念のためにね印刷してて。なるほど。あとフィリピンに関しては e-travel っていう国のサイトがあって、そこで事前にいろんな情報を登録しなきゃいけなくて、フィリピンに到着する72時間前に、その e-travel のサイトに個別に情報登録しなきゃいけないんですけど、こういう滞在しますよっていうのを細かく説明しなくても QR コードで説明ができるというもらって、一応携帯にも保存してるし、印刷も一応しました。QR コードアナログとデジタル両方ね念のため。種類系はもうこのぐらいかな、多分大丈夫。あとあれだね、travel insurance、健康保険が絶対入った方がいいって、英語学校の人に言われて、でいろんなオプションとかいろんなチケットとか買うときに健康保険に入ったりもできるし、うちの場合はクレジットカードについてる保険にしました。今回のためにアップグレードしましたね。そう楽天ゴールデンカードにして、いろんなカードにいろんな保険があるので、皆さんも自分で調べて決めた方がいいと思うんですけど、なんかいろいろ見て楽天カード結構楽天使ってる人としてはすごくお得だったなっていうイメージがあって、あともういろんな YouTuber とかブロガーが言ってるんですけど、楽天ゴールデンカード持ってるとプライオリティパスもらえるからすごく使いやすい。でプライオリティパスはね、いろんな国の空港のラウンジに無料で入れるパスなんですけど、なんか1人が無料で入れて、もう1人が30ドルとか4000円ぐらいで入れる。家族であれば。そう友達でも確かに1人入ると思うんだよね。そうね、だからせめて1人がそのプライオリティパス持ってると、待機時間とか結構楽になるし、なんか普通はファーストクラスとかビジネスクラスに乗る人が入るラウンジなんだって、そういうだから結構いい感じのおしゃれな食べ物がついてたりとか。プライオリティパスなしで入ろうと思ったら結構なお値段しますもんね。100ドル以上だと思う。だからもう1万以上する。全然年会費分は元取れる。一応じゃないけど勉強しに行くので。そうなのね。一応ね。ノートとかあとペンを持っていきます。結構ね、なんか多分話すメインになると思うけどね。だからそんなに書くのがないかもしれないけど、ワンツーワンですね。後で学校の紹介もするので、ノートとペン持っていきます。
薬がもう家にあるほぼ全部持っていくつもりなんですけど、体温計とまあ胃薬だったり、あと特に海外行く時に下痢のめちゃくちゃ強いやつ持っていくんだよね。下痢止めとかお腹壊した時にもう全部に効くやつが一応あって、赤玉ですね。そうこれめちゃくちゃいい。一回ね、もう前コロナにかかった時にね、いろんな薬もらったからもうこの薬でいける多分。はいっていうのもがっつり持っていきます、薬を。あと飛行機に一応持っていける薬も別でちょっとだけ用意してて、まあ、頭痛とお腹の薬、まあ、あともちろん服とフィリピンなので水着持っていくのと、僕は常に水着ですけどね。いやいいな、男の人ってもうこれで入れるからなこれで入ったらちょっと。あと帽子ね、暑い日よけの帽子を。フィリピン多分福岡とほぼ同じ気温だと思う。気温はね、日差しはどうなんだろう、ね、日差しもちょっと強いんじゃないかな。泊まるのはホテルじゃなくてマンスリーマンションみたいなところで泊まるので、多分タオルとかないと思うので、一応、念のために、念のためにね1枚ずつ持っていきます、足りなかったらまあ買ってもいいし、タオル持っていって、あと、まあ、シャンプー系結構いろいろ持っていこうと思ってて、新しいシャンプー買うの好きじゃなくて、だから普段使ってるものを持っていこうかなと思って、シャンプーと日焼け止めは結構2つ持っていて、あと虫よけ蚊とかに効く薬スプレーとデオドラント、制汗剤デオドラントとか、まあ、ローションを、まあ、応援版持っていこうかなと思ってて、スキンケアローションとか、あと歯磨きとか、まあ、すごいし、あれ石鹸持っていかないの？石鹸も持っていこう。髪の毛のワックスもいるよね。ヘアオイルみたいなやつと、まあ、あと化粧落としのベッドティッシュ、これ結構便利で、普通にスポンジとか何も必要なく、もうこれで化粧品落とせるからめちゃくちゃいいです。おすすめ。あとあれだね、髪すり系、回避でする。コンタクトレンズつけてる人はね、コンタクトレンズとメガネ持っていくし、泉がレジックだっけ？IC 一番おすすめ。羨ましい。うちをこんなに持っていかなきゃいけないからね。歯ブラシとかこういう感じの持ち歩けるやつ、これも機内持っていこうかなと思ってて、僕は普段から携帯用の歯ブラシを使ってるので、旅行もこのまま持っていきます。確かに。これ充電器持っていく？充電器はないよ。ないの？もう乾電池だけで。あ、そういうこと？確かに。なるほどね。素晴らしい。コンパクトで結構力もある。まあ、あと女性はね、化粧品とか、まあ、できるだけミニマムで念のために1個だけトイレットペーパー持っていこうと思うんでね。これが普通に預かり荷物で持っていって、で機内とかはね、ウェットティッシュ、アルコールウェットティッシュと流せる除菌ティッシュノンアルコールのやつ。結構日本に引っ越してからね、日本のトイレがすごすぎて、海外行くときに毎回すごい悩みなんだよね。ウォシュレットがなかったりとかするので、まあ、こういうのを海外に持っていくとちょっとストレスがなくなるのかなと思って、まあ、あともう最近必要ないと思うけど、一応マスクは何枚か持っていくのと、あとこちら、これ洗剤、洗濯用の、これめちゃくちゃ良くないですか？これアタックのこうスティックになってて、このままスティックのままで洗濯機に入れて、これもう溶けちゃうの。7本が入ってるから、もう週2回洗濯しても全然7本かっていう3週間。ちょうどいいね。ちょうどいい。あと衛生系で女性は生理用品とかも持っていった方が、海外のやつはいつも迷っちゃうから持っていった方がいいです。あと最後は櫛ですね。衛生じゃないやつはね、なんかサングラスとか、最近買ったやつ全然使ってないよ、本当に。これそんなに対応に強くないからね。
ああ、いや、いいね。いいじはい。あとサンダルとスニーカー。まあ、私がこういうちっちゃいバッグと携帯用のストラップ一ゃん。応、結構ひったくり防止の。まあ、そうね、あるかもしれないから念のために持っていこうと思ってる。で、泉はこのそうですか。これ結構使いやすいと思う。いっぱい入るし。ちょっと大きめに。ペットボトル1本、2本ぐらい入る。うん。これいいな。これがね、前トルコ行く時にね、買ったんだけど、アダプターね。いろんな国で使えるアダプター、あといろんなコード系、iPhone 用と Android 用とか。まあ、あと別でパソコンとかもね、仕事もするのでパソコンとかも全部持っていきます。まあ、あと最後、あれだね、食べ物系も一応持っていこうと思ってて、なんか夜食的ないるかなんか、もう売ってそうだしね、フィリピンで。セブンイレブンあるんじゃない？そうだよね。しかもフィリピン結構日本の文化が好きらしいので、うちの学校の周りでね、和食屋さんが結構あって、焼き鳥とかカツ丼とか普通にあったよ。ラーメンとか。まあ、念のためにね、ちょっとこれを激そば夜食的に持っていって、あと、もしかしたら、円安すぎてもうお金がなくなるかもしれないから念のためにこのカレーレトルトカレー普通にチンして食べれるやつと米持っていく。植えないように。これも持っていきます。であと朝ごはんまあサバイバルしに行くの。わかんない。もしかしたらフィリピンめちゃくちゃ高いかもしれない。今だと。でコーンスープ持っていこうと思って。朝ごはんとかにね、ちょっと飲んで学校に行く感じで。学校はね、朝ごはん、食堂があったらしいので、もしかしたらこれいらないかもしれないけど、まあ、持っていこうかなと。あと、ドリップコーヒー。これ、私が一番好きなモンカフェのドリップコーヒーなんですけど、本当かどうかわかんないけど、フィリピンのコーヒーあまり美味しくないっていうレビューがあったので、嘘と思うけど、念のために持っていこうと思ってるコーヒーを。9月はね、雨季らしいので、雨が多分毎日あるかもしれないので、傘も持っていこうかな。まあ、1本でいいかな、念のために。ドライヤーとかさ、あと、コテは持っていかない。もうそのために髪の毛を切ったので、持っていく人もいるけど、それこそいらないかなと思います。見てくれてありがとうございます。頑張ってきます。はい、頑張ります。頑張りましょう。行きましょう。